どうも、ワンピースの謎を解く仮面 YouTuber、ゆえてなんぼのゆでろんです。ありがとうございます。いいね。チャンネル登録してね。今回考えたいのは、再び黒ひげです。黒ひげに関しては過去に何度か考えてきましたが、今回はコメント欄でいただいた黒ひげタコの半魚人説を考えてほしいというリクエストのもと、再度一から考えてみます。一緒に考えていきましょう。よろしくお願いします。ただしこうした非公式の考察を知ることによって、ワンピース本編を読む楽しみが損なわれると感じる方は、今すぐ動画をストップさせてください。よろしいでしょうか。行きましょう。黒ひげタコ説に関しては、こちらの動画で1年前に少し考えましたが、タコの半魚人説は同じく1年前のゆいさんの考察でまとまっています。ここに最近、モッチー先生が考察を追加して話題になったようです。この2人の素晴らしい考察から着想と刺激を受けて、再度黒ひげについて僕も考えたいです。ただし、考察という性質上、この2人の考察を否定してしまう場合もありますので、2人のファンの方はご理解ください。それではいきなり結論からいきましょう。黒ひげの能力、タコの半魚人説を踏まえて再度考えた結果、黒ひげが悪魔の実を2つ持てた理由、それはヒドラの半魚人です。どういうことでしょうか。ゆいさんの考察、タコの半魚人。この半魚人という発想が僕には欠けており、それが埋まりました。ヒドラとは神話や幻獣のヒドラではなく、ハナクラゲ目無脊椎動物のヒドラです。6本から8本の触手を持つほぼ不死身の異形の生物、その半魚人。このヒントは映画ワンピースフィルム Z にあると考えます。なぜヒドラの半魚人なのか、順を追っていきましょう。まずはおさらいとして、黒ひげは世界で唯一2つの悪魔の実を所有した人物で、所有できた理由をマルコは異形だからだと言っていました。このことと黒ひげの海賊旗の3つのドクロや実在した海賊黒ひげがエドワード・ティーチやエドワード・サッチと名乗っていたことから、白ひげとサッチを合わせた三位一体のイメージも想起され、考察界隈でまず浮上したのはケルベロス説です。ケルベロスは三つ首であり、黒ひげと同じように眠らない魔物。さらに黒ひげと同じように甘いものが好きで、シャンクスに黒ひげがつけた3本の引っかき傷などから長年ケルベロス説が主流でしたが、物語が進むと黒ひげは昔鍵爪を武器として使用していたことが分かり、さらにエースが黒ひげと出会った際、黒ひげが闇闇の実を食べたことにエースはさほど驚いていませんでしたので、ここでケルベロス説の可能性がややついえます。なぜなら黒ひげがすでにケルベロスの実を持っていた人物なら、なぜ2つの悪魔の実を食べれるんだとエースは驚くはずだからです。また、頂上戦争中、白ひげからグラグラの実を奪う際には、紫龍は失敗したら解散かと発言しており、まるで初めて黒ひげが悪魔の実を複数所有するかのような言い回しですから、ここでケルベロス説というよりも、黒ひげがもともと闇闇の実の前に悪魔の実を持っていた可能性が低くなるでしょう。もちろん、マルコとエースに異形であることだけを告げて、自分の悪魔の実を長年隠し通したという可能性もゼロではありませんが、それだとやや苦しい設定だと感じます。そこで考えられるのが黒ひげの半魚人説です。タコには心臓が3つあるので、黒ひげがタコの半魚人であれば悪魔の実を2つ以上持てるだろうという理由で発祥した説です。これは現在出ている情報から読み解ける最高レベルの考察の一つでしょう。ただし、疑問点はいくつかありますが、まずは最初に黒ひげはタコの半魚人説を僕なりにさらに固めていきましょう。まず、黒ひげが持つ闇闇の実をお得意の語呂合わせしてみましょう。闇の語呂合わせはもちろん、闇。83なので、83話を見てみましょう。83話のタイトルは、ルフィ・イン・ブラック。ルフィがタコの魚人ハッちゃんの墨で真っ黒になっています。このことから、闇闇の黒ひげはタコの魚人とのつながりが見えてきそうです。また、タコは8本足であり、黒ひげの拠点は海賊島蜂の巣。蜂の巣は蜂の巣となり、8本足のタコの巣のイメージになります。そしてこちらの動画では、黒ひげの黒子となる人物はクロコダイルであると考えましたが、クロコダイルが仕切っていたバロックワークスたちが集合したのはスパイダーズカフェに8時。クモもタコと同じく8本足です。さらにもう一人、黒ひげの黒子として挙げられるのは黒ずみオロチです。オロチの秘密が明かされたのは965話、話数の語呂合わせは黒子。黒子です。黒子または黒子とは歌舞伎の舞台裏を支える人です。965話でオロチはヤマタノオロチの実を入手していました。ヤマタノオロチは八つ首の蛇ですから、8本足のタコのイメージとつながるでしょう。また、カリブの海賊を描いた映画パイレーツ・オブ・カリビアンに登場したデイビー・ジョーンズはタコとカニが混じり合った魚人であり、そのデイビー・ジョーンズが操っていたクラーケンは西洋の船乗りにとって脅威の存在とされてきました。しかも、ゴムゴムのルフィとライバルである黒ひげがゴムのような軟体動物タコであるなら、それは面白いです。
以上の要素が黒ひげはタコの半魚人説に追加できそうな要素でしょう。明らかに小田先生は黒ひげにタコのイメージを持たせていることがわかります。次に疑問点を提示していきましょう。黒ひげはタコの半魚人説で疑問点はまず五老星のセリフ、悪魔の実を2つ食べた人間など歴史的に前例がないです。歴史の全てを知っていそうな五老星が黒ひげについて歴史的に前例がないと述べています。つまり黒ひげのケースは超レアケースであることがわかります。しかしワンピースにはタコやタコの魚人がすでに数多く登場しており、あまりレアケースとは呼べないのではないでしょうか。例えばタコの魚人ハッチャン、タコの魚人氷蔵、タコの魚人カルマ、そしてタコのスルメに空島のタコバルーン、ワノ国のタコなどがおり、さらにタコの半魚人はすでに登場しています。それはビッグマムの娘シャーロット・プリムです。プリムはプラリネの双子であり、ビッグマムはあれでも一応人間なので、必然的にプリムはタコの半魚人となります。つまりこれら多くのタコのキャラクターも心臓が3つあり、3つの悪魔の実を入手可能ということになってしまい、レアリティがさほど高くないと感じます。また不死鳥マルコは世界を渡り歩いてきた男です。そんなマルコが黒ひげの体を異形だと例えましたが、その時白ひげ海賊団にはタコの魚人カルマが横にいました。これをタコの伏線だと考えることも可能ですし、魚人が自ら泳げなくなる悪魔の実を複数食べる可能性は確かに低く、それはレアケースなのかもしれませんが、タコの魚人がいるのにマルコがタコの半魚人黒ひげを異形だと例えるのはやはりおかしいでしょう。手や足が何本もある人物だらけのワンピースの世界において、心臓が3つある程度で異形と例えるのは違和感があります。黒ひげはおそらく我々の考えをさらにもっと超越した異形の怪物ではないでしょうか。次に黒ひげの海賊旗も考えましょう。黒ひげの海賊旗の骨は確かに8本に見えますから、ここから8本足のタコを連想できますが、この骨は実際には4本であり、また百獣海賊団カイドウの海賊旗も同じく骨が8本に見えます。このカイドウの海賊旗が登場した時、考察界隈では8という漢字もあることから、カイドウの能力は当時ヤマタノオロチだと言われてきましたが、実際には青龍でした。これは桃之助とカイドウの竜つながりを考えると、途中で設定変更した可能性はなさそうです。つまり小田先生は意図的にミスリードを誘う仕掛けを幾重にもしている可能性があるでしょう。このあたりも考慮したいポイントです。次に考えたいのはあいつらです。黒ひげの謎の一つにジャヤでのルフィとゾロのセリフ、あいつじゃねえ、あいつらだがあります。ここから黒ひげには複数の存在を感じることができますが、黒ひげはこの時おそらく悪魔の実を闇闇の実しか所有していません。つまりただ3つの心臓を持っているタコの半魚人をあいつじゃねえ、あいつらだと表現するのはおかしいです。それならば3つの心臓を持つ他のタコの魚人ハッチャンなどもあいつじゃねえ、あいつらだが適用されてしまいます。仮にこの時悪魔の実を2つ所有していたとしても、悪魔の実の悪魔をあいつらと表現するのもおかしいでしょう。このセリフは一人の人間に対して複数の気配がある場合のみ成立するセリフです。心臓が仮に3つあろうとも存在は1つだからです。ちなみに黒ひげの笑い方ゼハハハは以前も考えたように英語で彼らという意味のゼイにハハハハハを足したものだと考えますから、やはり黒ひげには複数の存在を感じます。このあたりが黒ひげタコの半魚人説の疑問点です。続いて懸賞金の語呂合わせの法則も考えましょう。黒ひげの懸賞金は22億4760万ベリー。以前僕はこの懸賞金の語呂合わせを夜眠れんと考えましたが、重要人物の懸賞金の語呂合わせの法則は4桁万ベリーの部分ではなく3桁の476だけではないかと指摘されたので、476だけで語呂合わせしてみましょう。476の語呂合わせは予知夢でしょうか、それともシナリ、触手を表すシナリ、もしくはシナンロックス、ジーベックの意思を継ぐかのようなシナンロックスも成立します。このように3桁の語呂合わせだと様々なパターンが考えられます。ただし476は476話とつながるでしょう。476話はナイトメアルフィ、つまり悪夢のルフィとなり、モッチー先生の語呂合わせ予知夢との親和性は高いでしょう。ただし悪夢や予知夢は誰にでも適用可能であり、また黒ひげの眠らないという特性からは相反している印象です。476話で注目したいのは、他人の影を入れられたルフィがいきなり剣術を使えるようになっています。つまりこれが黒ひげが複数の悪魔の実を宿す
伏線でしょうか。ルフィには100人分の影が入りましたが、この時の影の束は少しヒドラに似ています。そんなルフィを見たローラが、すっごいわ、前例なしと五老星と同じことを言ってるのが面白いです。次に考えたいのは、やはり黒ひげは眠らないという謎です。実はヒドラには脳がありません。このことから長年ヒドラが睡眠をしているかどうかわかりませんでしたが、つい1年前、脳がないヒドラも眠るという研究結果が発表されています。これにより調べた限り地球上の生物のほぼ全てが眠りますから、眠らないという設定はおそらくケルベロス以外は強引なものになるでしょう。これはもしかすると小田先生にとって誤算だったかもしれません。10年以上前に黒ひげの設定を考えた時から月日は流れ、睡眠研究はかなり進みましたから、もしも眠らない怪物ケルベロスにミスリードさせようと黒ひげの設定を脳がないから眠らないであろうヒドラに設定していたとしたら、軌道修正を余儀なくされます。ただ、眠らない理由は漫画ならいくらでも設定できそうではあります。例えば、世界には稀に眠らない人がいます。アメリカ人アル・ハーピンさんやトルコ人メメット・イナンチさん、ベトナム人ターイ・ゴクさんなどが眠らない人として確認されています。つまり、黒ひげは眠らないという設定は他の要素と比べても割と後付け可能な要素でしょう。というよりも、今や調べた限り眠らない生物はいませんから、ケルベロス以外は強引な設定になるでしょう。次に別の角度から考えてみます。それは黒ひげと表裏一体が成立している黒腕のゼファーです。映画ワンピースフィルム Z のボスゼファーこと Z は最も黒ひげとリンクする表裏一体キャラだと考えます。まずはそのいくつかの接点を考えていきましょう。接点1、名前と笑い方。黒腕のゼファーという名前と黒ひげのデハハハハという笑い方は似ていると感じます。接点2、裏切り者。ゼファーは海軍の裏切り者ですが、黒ひげは白ひげ海賊団の裏切り者です。接点3、能力者狩り。ゼファーは過信した能力者を恨み、能力者狩りをしていましたが、黒ひげも己を過信した能力者を能力者狩りしていました。二人とも自分の能力を過信したというセリフを言っていました。接点4、人の夢。ゼファーは人の夢、海賊たちの夢を破壊するキャラです。実はワンピースフィルム Z の初期タイトルはドリームクラッシャーというタイトル案でしたが、小田先生から分かりづらいという指摘を受けてフィルム Z になりました。一方で黒ひげの名言は、人の夢は終わらねえですから、夢やロマンを追いかけるキャラです。ここだけはゼファーと黒ひげは真逆のように感じますが、実はゼファーが自分の名前を封印してネオ海軍の Z と名乗るようになった理由は、子供の頃の夢ヒーロー Z でした。つまりゼファーもまた黒ひげと同じく人の夢を追いかけていたキャラです。接点5、教官。ゼファーは全ての海兵を育てた男ですが、黒ひげの本名ティーチとは教える、仕込む、伝えるという意味があります。接点6、青生地。ゼファーは教え子の青生地と最も親交がありましたが、黒ひげも青生地と新世界から手を組んでいます。以上6つの接点からゼファーと黒ひげは表裏一体だと考えます。つまり黒ひげの正体はゼファーから読み解けるかもしれません。例えばゼファーは古代兵器に匹敵するダイナガンという爆弾を強奪しましたが、黒ひげは古代兵器プルトンそのものを強奪するかもしれません。黒ひげが古代兵器プルトンを強奪するかもしれないという考察はこちらの動画で考えました。そしてゼファーはルフィの麦わら帽子も奪っていました。ということは黒ひげもルフィの麦わら帽子を奪うのでしょうか。しかしそれはあまりメリットがないでしょう。そこで考えられるのは、麦わら帽子イコールシャンクスというメタファー暗喩です。つまり黒ひげがルフィから奪うものはシャンクスの命。この可能性も過去の動画で何度か考えました。シャンクスと黒ひげには長年因縁があるからです。そして黒ひげの能力もゼファーから考えましょう。ゼファーの腕には政府の科学者、おそらくベガパンクによってバトルスマッシャーという武器が付けられており、これは能力者を無効化する回廊石が仕込まれていました。この武器は能力者を無効化する黒ひげの闇闇の実と同じです。さらにゼファーの異名は黒腕であり、となると黒ひげにも腕のイメージがあるでしょう。黒ひげの初期設定画像でも右腕が強調されています。そのように考えると、確かに黒ひげが魚人である可能性は高くなります。魚人は人間の10倍の腕力があるからです。ただし半魚人の場合は半減でしょうか。以上がゼファーと黒ひげの表裏一体ですが、これはあくまで基本です。これらワンピースフィルム Z がここからどのように黒ひげにつながるのか、それを考える前に続いては
黒ひげの過去の行動を考えましょう。黒ひげはまず、とにかく闇闇の実を欲していました。闇闇の実はご存知のように、能力者を無効化し、実体を引き寄せて、防御不能の攻撃を浴びせることができる能力です。しかし、弱点として、必要以上に相手の攻撃も引き寄せて、ダメージを食らいます。つまり、闇闇の実を欲していたということは、逆に、黒ひげはもともとかなりタフだった。いや、それはほぼ、不死身だったのではないでしょうか。黒ひげが登場したのは223話、話数の語呂合わせは、不死身です。僕は今回、この不死身に最も注目しました。なぜなら、ほぼ不死身でもない限り、ダメージを必要以上に食らう、諸刃の剣、闇闇の実を何年もかけて欲する理由がないからです。さらにこれは、黒ひげを異形だと呼んだ、同じく、ほぼ不死身の不死鳥マルコもヒントだと考えます。つまり、黒ひげも不死鳥マルコのように、再生する。切られても、殴られても、爆発しても、何度でも再生できる。それこそが、黒ひげの真骨頂。実は、動物界には再生する生物は意外と多いです。例えば、トカゲやアホロートル、ホヤやヒトデ、タコやイカも腕を切られても再生します。あれ？タコも再生できるなら、タコでいいんじゃない？と思うかもしれませんが、タコの魚人ハッちゃんの再生能力は大したことがありません。よく怪我をして応対をしています。不死鳥マルコのようにすぐに復活するほぼ不死身とは呼べないでしょう。そこで考えられるのが冒頭で述べたヒドラです。ヒドラは体を切っても完全再生できるほぼ不死身の生物。それはつまり自分の体を戻せる。ここで再びワンピースフィルム Z に戻りましょう。ワンピースフィルム Z が表す黒ひげのイメージはゼファーとの表裏一体だけじゃない。ゼファーの部下アインも黒ひげの能力を表すヒントキャラの可能性。アインの能力はモドモドの実、触れたものの時を戻せる、若くする。ヒドラは数週間で体の細胞を入れ替えることができることから人類の夢、若返り研究のモデル生物と言われています。体を戻せる黒ひげとモドモドの実のアインです。こうした黒ひげのほぼ不死身のイメージはエースと黒ひげが戦ったバナナ島の決闘もヒントでしょう。バナナ島にはバナナ岩というものがありましたが、これは以前の動画でも紹介した全世界で見られる使徒短命の神話、バナナ型神話のイメージでしょう。日本神話やギリシャ神話、東南アジアで見られるこの神話はおさらいしておくと、神は人間にバナナか石を選ばせた。ここで人間は石を選んでいれば不老不死になれたが、食べられるバナナを選んでしまい人間は老いて死ぬ短命になったというシュールな神話の形です。ここでは死んでしまったエースが短命のバナナのイメージで、勝利した黒ひげが不老不死や不死身のイメージの岩でしょう。このあたりからも黒ひげイコールほぼ不死身のイメージが印象付けられています。ただヒドラは淡水に住むクラゲの仲間です。これを海に住む魚人と捉えるのは一見無理がありそうですが、淡水に住むメダカの魚人5つ子が存在しており、さらに背骨がなく魚類とは呼べないタコやイカも魚人扱いされているので問題ないでしょう。そしてこのヒドラの触手は6本から8本あり、それはここまで考えてきた黒ひげに印象付けられた8本足のタコと繋がるでしょう。おいおい、それは強引すぎるでしょう。と思うかもしれませんが、実は黒ひげの帽子の海賊旗は数年前から8本に見えていた骨が6本に見えるデザインになっています。これはミスというレベルではなく、すでに4回も登場して修正されていません。そしてこうしたタコイコールヒドラというイメージは、実はアメリカのマーベルコミックに登場する秘密組織ヒドラのシンボルで採用されています。ヒドラという組織は頭が死んでも死なない神話の蛇ヒドラ、西洋で悪魔と呼ばれるタコを掛け合わせており、それはリーダーが死んでも死なない恐ろしい組織を意味します。つまり小田先生がマーベルから着想を得たという可能性です。例えばルフィのゴムゴムの実の能力はマーベルのファンタスティック4から着想を得たのではと考える人も多いです。もしもそうなら、ルフィと敵対する黒ひげもマーベルのヒドラから着想を得て、生物のヒドラと神話のヒドラ、そしてタコ、この3つのイメージからキャラクター設定されている可能性はあるでしょう。さらに、風の谷のナウシカの原作漫画には、ヒドラという不死の人造人間、クローンも登場しており、また人気 RPG ドラゴンクエスト3のヤマタノオロチというモンスターは、ヒドラというモンスターの亜種でした。もしも黒ひげがヒドラの半魚人なら、ここまで考えてきたタコのイメージ、ゴムのように伸びる腕のイメージ、ほぼ不死身のイメージ、ヤマタノオロチのイメージなどがリンクするでしょう。黒ひげの黒子だと考えた黒ずみオロチがヤマタノオロチを食べたのは965話黒子でしたが、この965話はもう一つ、クラゲ
クラゲも語呂合わせ的には成立可能です。ヒドラは花クラゲ目、クラゲの仲間です。こうしたヒドラの能力は再生だけではありません。ヒドラは出芽と呼ばれる芽を出して自分の完全なるクローンを生むことができるのです。この出芽のイメージはゼファーのもう一人の部下、モサモサの実のビンズのイメージではないでしょうか。ビンズのモサモサの実は意図したものの成長を早める能力で触手のように植物のつるを生やして麦わらの一味を拘束していました。ヒドラも触手を伸ばしてミジンコなどを食べます。触手があり出芽するヒドラ、黒ひげとモサモサの実のビンズです。つまりゼファー、アイ、ビンズの3人すべてが黒ひげを表すヒントキャラだと考えます。そしてこれは黒ひげの偉業とつながるでしょう。ヒドラは自分の体から出芽して完全なるクローンを生み出せます。つまり世界を見て回ったあのマルコさえも偉業だと言わしめる黒ひげの背中にはもう一人の黒ひげが生えている。あいつじゃねえ、あいつらだ。これならジャヤの黒ひげをあいつらと表現したことに納得がいきます。なぜなら悪魔の実は心臓がないブルックやラッスーにも宿ることから、僕は悪魔の実は心臓ではなく存在に宿ると考えました。完全なるクローンを生み出せば、それは悪魔の実に人だと認識させることができるでしょう。そして黒ひげの好物はチェリーパイ、つまりサクランボ。サクランボは一つの花芽から2個の花が咲く。ヒドラは花クラゲ目です。そんなヒドラの半魚人が生み出すクローンはまさにクローンヒゲ、黒ひげ。クローンが背中にくっついているなら悪魔の実を複数食べられる。まさに偉業。そしてこのイメージは黒ひげが立ち寄った医療大国ドラム王国のバクバクの実ワポルト、黒周りもチェスの融合、チェス周りもにもつながる。ヒドラは切り刻んでぐちゃぐちゃに混ぜて放置するとすぐに再編成が開始され、細胞分裂や分化が始まり、間もなく頭部の形成が開始されると言います。そして時には小さな頭同士が頭部の座をめぐって競争までするそうです。つまり黒ひげはクローンを生み出した後、自らをぐちゃぐちゃに切り刻んで再び一つになることが可能。このように頻繁に頭部が入れ替わる。だから寝れない。このヒドラの性質を使えば闇闇とグラグラを同時に所有できる。この黒ひげが表すぐちゃぐちゃなイメージは、ルフィたちが黒ひげをあいつらと呼んだ次のシーンでメリー号を修理するウソップにツッコミを入れているサンジのセリフがヒントかもしれません。これが修理、継ぎはぎだろと言っており、修理は元に戻す、継ぎはぎは黒ひげのヒドラを表すヒントでしょう。さらに続けてこのすぐ後にサンジは、さてカモメガラスープの煮込みの具合はいかがかねとも言っており、煮込みと修理と継ぎはぎは黒ひげの同化を表すものだと考えます。この同化も黒ひげを考える重要なキーワードです。こちらの動画で考えた黒ひげとクロコダイルの表裏一体では、七部会は人気 RPG ロマンシングサガ2の七英雄とモチーフが同じであると考えましたが、クロコダイルはおそらく七英雄ワグナスがモチーフのキャラでしょう。このワグナスは同化の法によって男性と女性モンスターが混ざり合う両性具有という設定になっていました。詳しくは該当の動画を見てほしいのですが、ここではクロコダイル女説なども考えました。そんなクロコダイルは古代兵器プルトンを欲しており、表裏一体の黒ひげも古代兵器プルトンを狙うだろうと考えました。そして黒ひげとクロコダイルが表裏一体ならば、クロコダイルの同化のイメージは黒ひげにも付随していると考えます。次に考えたいのは五老星のセリフ前例がないという部分です。もしもヒドラの半魚人が存在しているなら、それはいくらレアな魚人だとしてもヒドラの魚人が過去に存在したということになります。そこで考えられるのはおそらく医療の発達ではないでしょうか。医療大国ドラム王国を襲った黒ひげはそこで最新の再生医療を学んだと。異形の体ヒドラを生かす最新の再生医療の知識があったからこそ、黒ひげは悪魔の実を複数所有できたという超レアケースな可能性です。最新医療が根底にあるなら歴史的に前例がないということになるでしょう。さらに考えたいのは、黒ひげがもしもヒドラのように無限にクローンを生み出して自分をぐちゃぐちゃにしてまた合体して一つになれるなら、それは悪魔の実を2つどころか無数に持てるということです。黒ひげは新世界で能力者狩りを行っており、仲間たちに配布するためと、さらに自分でも食べるためだとしたらどうでしょうか。黒ひげが悪魔の実を2つや3つどころか10個所有していたら、それはまさに最強でしょう。
この可能性はもしかしたらワンピースマガジンボリューム8で公開された黒ひげの初期構想にあるかもしれません。ここで明かされた黒ひげの初期構想時の名前はエブリシング D ティーチ。エブリシング、つまりあらゆるものです。まとめましょう。黒ひげはヒドラの半魚人説を考えました。それは闇闇の実の性質と話数の語呂合わせ、そして不死鳥マルコの3つから黒ひげはほぼ不死身だと考え、不死身の生物ヒドラにたどり着き、ヒドラはマーベルコミックなどでタコと同一視されていることが着想のヒントだと考えました。それでは最後に、黒ひげはヒドラの半魚人説で最も決定的だと考える要素で締めましょう。それは24年に及ぶ連載の中でルフィが負け越している人物がヒントキャラです。誰だかわかるでしょうか？それはインペルダウン所長マゼランです。毒々の実の毒人間マゼランはルフィ、そして黒ひげ海賊団も倒している最強キャラ。そんなルフィと黒ひげを倒したマゼランの技はヒドラ。マゼランのヒドラにやられたヒドラの黒ひげという表裏一体。神話のヒドラは通常8つ首ですが、マゼランの技ヒドラは黒ひげの海賊機と同じ3つ首。以上です。皆さんはどう思われましたか？ご意見や考察してほしい謎があればコメント欄までよろしくお願いします。ありがとうございました。チャンネル登録やコメントよろしくお願いします。